千葉県の五井駅に来ています。今回はここから続100名城の一つ、大滝城を目指します。それでは地図でルートを確認したいんですが、まずその前にですね、今いるこの五井駅周辺なんですが、ここはかつて五井陣屋と呼ばれる場所でした。陣屋というのは城を小さくしたものというようなイメージです。もともと城を持たない大名の駐屯地、あるいは江戸時代においては旗本などが任地に置いた役所といった具合です。それがここにあったようなんですが、今では何も残されておりません。それでは地図の方ですが、ここが現在地の五井駅です。ここから小湊鉄道に乗ります。そしてこちらの上総中野駅ですね。こちらが小湊鉄道の終点になります。その後はいすみ鉄道に乗り換えまして大滝駅まで行きます。所要時間はですね、接続が良くても1時間半くらいかかります。列車は1時間に1本出ているかどうかですので、訪問される際にはきちんと時刻を確認されることをお勧めします。小湊鉄道を利用しまして、まずは上総中野駅に向かいます。中継地点である上総中野駅に到着しました。2つの鉄道会社共通の駅なのですが、無人駅です。途中で乗り継がなければならないことを考えますとね、まとめて1本にしてもらった方が利用客としては便利なんですが、小湊鉄道は私鉄、いすみ鉄道は第三セクターですので、そう簡単にはいかないのかもしれません。大滝駅に到着しました。ここから徒歩で大滝城に向かいます。駅のすぐ近くに大手門が建っています。こちらはもちろん本物ではなくて、昭和57年に作られたものです。ではここから城跡までのルートを見ていきましょう。現在この通りを歩いています。踏切を渡りますと道が二手に分かれるんですが、今回は二の丸方面から向かうことにします。高校の脇を通りまして井戸を見学し、少し丘を登ったところに大滝城があります。徒歩でだいたい10分から15分ぐらいでしょうかね。平山城ですので多少登りがありますが、夏でもそれほどきつい行程ではありません。では引き続き歩いて攻略することにしましょう。薬医門が見えてきました。二の丸御殿の裏門をここに移築復元したものです。大滝城内建造物唯一の遺構と書いてありますね。なお大滝高校自体が二の丸跡に建てられた学校です。さてそろそろ城が見えてきましたが、その前にね、もう一つフェンスの先にあるのが大井戸です。枯れたことがないと伝わります。大井戸を後にしまして、その先の階段を上ります。やや急な坂なんですが、ショートカットして天守まで行くことができます。この辺りからですね、先ほどの井戸を見下ろすことができます。東屋が見えてきましたね。その先に天守っぽいものが見えてまいりました。
大滝城は元は真里谷氏、そして里見氏重臣の正木氏の居城でしたが、豊臣秀吉による小田原征伐の後、江戸に入った徳川家康が阿波の里見氏の抑えとして四天王の一人である本田忠勝に与えたとされています。忠勝自身は後に三重県の伊勢に移ることになりますが、大滝の地は次男の忠友に与えられます。なおこの建物は実際には天守ではありません。そもそも天守があったかどうかも分かっておりません。ここはあくまでも模擬天守というか、正確には県立中央博物館大滝城分館と言います。つまり城の形をした歴史博物館なんですね。なおこの大滝城は続100名城の一つに選定されており、スタンプはこの博物館の中に設置されています。建物内部はね、撮影不可ですので外観のみご覧ください。さて後ろを見ますと土塁の説明板がありました。先ほど見学した薬医門が現存する唯一の遺構ですが、それでもある程度は地形上の遺構が見られるようです。では本丸から入るルートを逆走する形で駅に戻りたいと思います。二の丸公園とありますね。入ってみましょう。鐘付き堂があるようですね。道路の側面には土塁が盛られていますね。ということは今歩いているところが、堀ということになります。案内板には空堀の説明がなされています。大滝水道とありますね。さすがにこの穴の中には入れませんが、昔はここから水が流れていたようです。足元をご覧ください。メキシコ通りとありますよね。こちらのタイルにも同じようにメキシコ通りとあります。そうなんです。ここはね、メキシコ通りと言うんですね。慶長年間にメキシコの船が御宿というここから少し離れた海岸で難破しまして、それを時の城主が庇護し、最後には船まで与えて帰国させたという話が元になっています。昭和に入ってからと言いますから、随分時間が経ってからなんですが、メキシコの大統領が日本を訪れ、大滝の町を訪問し、それを記念して作られたのがメキシコ通りなのだそうです。川沿いに歩いています。ここは夷隅川という川なのですが、その一部を乙女川と呼んでいます。江戸時代の参勤交代の際には、ここの鯉をヒノキのたらいに入れて生きたまま将軍家へ献上したそうです。下流の赤い橋が印象的です。駅前に戻ってきました。
少し冷たいものを補給したいと思います。観光協会に入りましてね、ラムネとアイスクリームをいただきました。いやー、冷たくてね、美味しかったです。さて、帰りの列車の時刻も近づいてまいりました。再びいすみ鉄道を利用して大原まで帰ります。ということでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。